おはようございます。佐藤健です。本日は先日セリアから発売されたタコベイトと、前々からダイソーの方で売っていたタコベイト、こちらの方を比較検証していきたいと思います。で、バッチリのこれにちょうどぴったりのフックセッティングもお伝えしていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずですね、セリアの方なんですけど、大きさは3種類、カラーも3パターン、緑と黄色とピンク、大きさは5センチ、6センチ、8センチになってます。で、全てのタコベイトがこういう風に蓄光タイプ、グローのタイプになっています。ダイソーの方のタコベイトなんですけども、もう最近ではほとんど見ることがないです。店舗に置いてることはほとんど、全くと言っていいほどない。パッケージも2世代ぐらい前のジグロックが流行った時ぐらいのね、パッケージです。なのでもうほとんどは売ってないんですけども、最近の100均の釣り具の流れとして、セリアで出たらまたダイソーで出て、ダイソーで出たらセリアで出てみたいなのが繰り返されてるので、この後ですね、ひょっとしたらダイソーからもまたリニューアルされたタコベイトが出てくるかもしれないので、その時はもうすぐにお伝えしますので、登録の方しといていただければお見逃しなく見ていただけると思います。それでは早速開封していきたいと思います。ダイソーの方はこれ7センチになります。これ出してきたのは6センチの方になります。お互いどっちも最初は先っちょの穴は開いていないので、自分で開けてあげないといけないんですけど、こっちのねダイソーの方はね、もうほとんど先っちょないんで、もう普通に針で穴開けてあげてもいいですし、こっちのねセリアの方は先っちょがちょっとだけゴムが詰まってるんで、薄く薄くね切り落としていってあげて、穴がちょっと開くか開かないかぐらいのところで止めてあげてください。でそこから針とかで刺してあげて、通してあげた方がズボズボにならなくていいと思います。まずこれですね、ゴムの質ちょっと見ていただきたいんですけども、だいぶねこのセリアの方はちょっと硬めの素材になってます。あとね、こういう風な感じで、ちょっと見て、見えるかな、こう切れ目が入って、本当は切れてないといけないんですけど切れてないみたいなのも結構あります。こんな感じ、結構材質としては硬め。こっちの方のダイソーの方はね、切れ目も結構細めで入ってて、何よりこのゴムの素材がね、ちょっとねこうちょっとすごい見にくいんですけどね、筋が入っててね、これね多分ねわざとデコボコの素材になってるんやと思うんですね。ゴムとゴムがこうひっつきにくいような、そんな加工がなされてます。めちゃくちゃしなやかで、これねちょっと他にあるんですけども、これ山下のタコベイトですね。でこれが Amazon で購入した格安のタコベイト、海外製のやつですね。こちらがセリアの5センチ、6センチ、8センチです。でこれがダイソーの7センチで、これは海外製の Amazon で買ったやつですね。これは9センチあったかな。でこれは山下のタコベイトの3号9センチですね。これもで、これですね、これ海外製のやつ、 Amazon で買ったやつ、これにね今回のセリアのやつめちゃくちゃ似てます。もうそっくり、硬さも結構同じぐらい。これも結構硬めだったんで、これもちょっと硬めなんですよね。でやっぱりねこういう風にちょっとちゃんと切れてなかったりするんで、自分でちょっと引っ張って切ってあげなあかん感じですね。このセリアのやつもよう見たらちょっとだけこのボコボコのやつが入ってるのかな、ちょっと。でこういう風にちょっと切れてないところとかもあるんで、これはねハサミで自分で切ってあげればいいと思います。でこれが海外製のやつね、めちゃ似てる。なのでこのね、どっちかといえばこのダイソーのしなやかさはこの山下のやつのタコベイトのしなやかさ、これとかはもうめちゃくちゃね、さすがメーカー品だけあって先が細くなってて、すごいしなやかでね、作りもしっかりしてます。で先もね、これ先っちょも最初からこういう風にちょうどいいくらいの穴が開いてるんで、でこのダイソーのやつとかセリアのやつは自分でね、先ほどもお伝えしたんですけども、穴を開けていってあげないといけないので、ちょっとねあんまり開けすぎるとねズボズボになるから、極力薄く薄く切っていってあげてください。もしね次ダイソーのやつが出てくれるんやったら、このゴムの質感はこのままで
できたら9センチとか 10.5 センチ、日本サイズでいう3号とか 3.5 号のやつを出してくれればめちゃくちゃ需要があると思います。ちっちゃいこの7センチのやつもすごい使い勝手がいいんですけど、それでは次はちょうどぴったしのフックのセッティングをお伝えしていきたいと思います。まずはこのセリアの8センチからご紹介していきます。自分で結ぶタイプの針はこの前の動画で紹介しているので、必要な方はそちらをご覧ください。なので今回はこのスナップ付きスイベルでバッチシのセッティングをお伝えしていきたいと思います。でまず8センチの場合使うのはこのヨーズリのメーカーはどこでもいいんですけど、このスナップ付きパワースイベル、強さ強度だけねめっちゃ強いやつを選んであげてください。このヨーズリのスナップ付きパワースイベルはねすごい強さもあって単価も安いので非常にコスパのいい商品になってます。こちらの方また概要欄にリンクの方貼っておくので必要な方は見てください。あとは針ですね。このデコイのツインパイクの1番、これやったらダブルフックです。もしくはもう缶付きのこのパイクの10、パイクタイプ R ってなってね、これ缶付きのタイプです。これの10番、このどちらでもいいです。ちょっと実際にやってみますね。ここのスナップのところを外して、あとこのパイクの缶付き、これを通してあげてスナップを閉じるだけです。こっちがツインパイクつけたやつです。でこれをタコベイトの先のところをめちゃくちゃ薄くカットしていきます。で切るだけ薄く、切りすぎるとすぐズボッと穴開くんで、こんな感じ。これでねまだちゃんときっちり穴は開いてないんですけども、薄皮1枚ぐらいで、ここまで来たらこれもダイソーで売ってる釣り用のニードルですね。平場の時とかに使うやつ、これを頭からもう刺してあげます。まだ穴は完全に開いてないんですけど差し込めます。ギュッと、じゃあズボッと開くんで、これがない時はねもう普通にフックとかで穴開けてあげて、この器具がなくてもねフックで穴開けて、で穴が開いたらちょっと強めのハリス通してあげて、ほんでこのつけたい針をここに引っ掛けて、であと抜いてあげるだけです。パチッと抜いてあげて、これで完成です。これでツインパイクの方ね、ツインパイクついてる方で、こっちが普通のパイクのね缶付きがついてる方です。こんな感じ。ちょうどねフックポイントの位置もいいかと思います。で次はこのダイソーのやつですね。このダイソーのやつを使うときは同じくスナップ付きパワースイベル3番を使います。でこの3番に今度は伊勢山の缶付き14号を使います。つないであげたやつがこちらになります。こっちはね先っちょがないから、もうこういうフックの先とかでちょっとね穴を開けてあげます。めっちゃ鶏鳴いてる。で穴が開いたらここからこれをニードル入れてあげて、ほんでこのさっきのね缶付きの伊勢山14号がついてる3番を引き抜いて、これもねパチッと1個目まで抜いてあげます。はい、これで完成です。伊勢山の14番でこんな感じ。フックポイントこんな感じ。別にねこの針の色は何色でもいいです。黒でも金でも銀でもこんな感じです。これもちょうどいいフックポイント、いいとこですね。続いてセリアのこの6センチと5センチを使うときはスナップ付きパワースイベルの5番を使います。でこれねこの5番で14キロあるんですけど、これより1個ちっちゃくなってくると急激に6番になったらね急に強度が落ちるので5番を使ってください。針は同じく伊勢山の缶付き14番です。出してきてスナップのとこ外して同じように缶付きの輪っかを通してあげます。そしてスナップを閉じます。これで完了です。で6センチの方からいきますね。で先っぽ抜いたらこんな感じ。フックポイントここですね。5センチもいきましょう。で5センチの方もニードルでパチッと抜いてあげてこんな感じになります。
このタコベイトを重りを通して結んでいく、リーダーを結んでいく方法と、あと動かし方、この実際にタコベイトの動かし方はこの1個前の動画とかその前の動画とかでも詳しくご説明していますので、そちらをご覧ください。この動画の最後にもそれ貼っつけておくので、よかったらまた見てください。次回はこのタコベイトを使って青物が爆釣する方法をお伝えしていきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。さつけんでした。